こんにちは、あいです。今日はスリットバスケットに、全部で10株で作るペチュニアのハンギングバスケットを作ってみたいと思います。ハンギングバスケットを初めて作る方でも、上手に作れるように、頑張ってレクチャーしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。まず今日使用する容器ですね。スリットバスケット SLT25 というものになります。このような感じで、売られているんですけども、この容器の内側にこのような感じでスポンジが入っています。このスポンジを、まずは貼り付けて、それで容器を作ってから植物を植えていきます。それではスポンジを貼っていきます。シールを少しだけ剥がします。そしてやや縦にします。そしてこのスリットに貼り付けていくんですけれども、このスリットの内側部分、突起物があるので、なかなかうまくスポンジが貼れませんので、細長くしたものを縦にして、まずは下の部分貼り付けます。こんな感じで下だけまずは貼り付けます。この時ポイントなのが、下のシールを貼る時、上のラインを揃えて下のシールを貼り付けることです。シールを剥がして下を貼り付けしますけれども、上のラインを揃えた位置にして下のシールを貼り付けしていきます。こんな感じで5箇所貼り付けしています。そうしましたら、このシールを今度はゆっくり剥がしていきます。この時上のラインですね、このラインを手で軽く押さえながらシールを剥がしていきます。こんな感じでシールを剥がします。この粘着シールが、とても強力になってますので、一度貼り付けると剥がすのが結構困難になってきます。ですので、間違えないように、しっかりと貼り付けしていくことがポイントになります。あとこのシール部分ですね、手で触れないように気をつけます。はい、ではシールを貼り付けしたんですけども、このシール切れ込みが入っているんですが、一番上のところ切れてないんですね。ですのでこの部分をこういう感じで手で裂いていきます。その時ですね、このシール部分に触れないようにプラスチックのところを手で持ってこういう感じで剥がしていきます。上のところを剥がしていきます。はい、全部剥がれ終わったらしっかりとスリットが通っているかなと、切れ込みの部分をしっかりと作っていきます。シールを貼り付けたら、この粘着部分がベタベタしているので、この粘着部分に土をまぶしておきます。手で触ってもベタベタしなくなるまで土をまぶしておきます。これでまずは容器の完成です。バスケットを作成する前に、乾燥した水苔を水でふやかして準備しておきます。続いて用意しておいた、苗を配置していきます。今日は全部で10株選んでいます。ペチュニアが5株、ヘリクリサムが2株、ユーフォルビア2株、そしてハコロムジャスミン1株、合わせて10株の苗になっています。それではハンギングバスケットを作っていきます。まず容器の内側に土を入れます。はい、このような感じですね。土の量は一番下の段に植物が来ますので、だいたいこの辺りまで入れておくようにします。それでは植物を入れていきます。まずは両端に2株入れていきます。今日はヘリクリサムを2株用意しています。両サイドともヘリクリサムにしたいと思います。まずポットから抜いて大事なことは、このスリットに入る大きさですね。こ
この部分に入るように苗の大きさを小さくしていきます。まずは肩の土を落とします。株元は割と根が張っていない場合がありますので、株元の土を軽く落とします。植物の苗の根が結構回っているようでしたら、バスケットの中でしっかりと根が張るようにそこの根を切り取っておきます。で軽くですね、土を落とします。そしてこのスリットに入るように細長い形に苗の形を変えています。はい、ここまで形を崩したらスリットに通していきます。まず一番端に入れます。葉っぱが内側に入らないように上からゆっくりと通していきます。はい、このような感じです。根っこと土が内側で植物が外側になるように通していきます。10株を使うということで、あまり下に入れてしまうと上の方にボリュームがなくなってしまいますので、あまり下すぎないように植え付けしていきます。それでは反対側も同様に行っていきます。このような感じでヘリクリサムが2株両サイドに入った状態です。続いて下の段、中央ですね、中央3箇所に植物を入れていきます。今度はペチュニア2株、そしてユーフォルビアという順番で入れていきます。まずはペチュニアですね。ちょっとから入れます。こんな感じになっていますね。買ってきてすぐの苗でもこんな風に黄色くなっている下葉などがありますので、そういったものは植え付け前に取り除いておきます。このままにしておくと蒸れの原因になりますので、下葉の古くなっているところは植え付け前にしっかりと取り除いて準備しておくようにします。はい、そしてまた同様ですね。このままだとスリットに入りません。この肩の土をまずは落としていきます。この状態、やや回っていますので、軽く手で取り除きます。根っこをほどいたら手を内側に入れて古土を軽く落とします。はい、スリットの上からですね、ゆっくり落としていきます。一番下までは入れず、ゆったりとした感じで中央位置に配置していきます。続いて中央部分もペチュニアになります。はい、先ほどと同様です。はい、古い葉っぱを取り除き、株元の土を軽く落とします。内側に手を入れて古い土を落とします。今度は内側から取ってみたいと思います。同じくですね、スリットの上から通していきます。植物が外、土と根が中になるようにゆっくり通します。はい、こんな感じですね。内側はこんなような感じになっています。正面から見るとこういう感じですね。続いての株はユーフォルビアダイヤモンドフロストになります。小花が可愛くてハンギングバスケットにもこの時期から使っていただける植物になります。軽く土を落とします。スリットに入るサイズまで土を落としたら上からゆっくり通していきます。折れやすいので気をつけながら上からゆっくり通していきます。この時もあまり下に下げすぎず気をつけながら、だいたいこのスリットの半分ぐらいの位置に入れます。こんな感じで中心部入ったところです。内側がこのようになっていますので、この隙間の部分に土を入れていきます。後ろの部分、
土が入っていませんので、後ろの部分にしっかりと入れていきます。手でしっかりと確認しながら土入れをしていきます。はい、前方部分も入れます。前方部分はこのくぼみのところが土が抜けやすくなります。このくぼみのところにしっかりと入っていくように指で確認していきます。はい、全体的にこのぐらい土が入った状態です。続いて残りの5株を入れていきます。中央部分にペチュニアが入ります。今日はペチュニア全部で5株あるんですが、濃いピンクを2種類、そして薄いピンクを2種類、そして斑入りのものを1種類という感じの組み合わせになっています。先ほどと同様です。ペチュニアも茎が折れやすくなりますので、扱う際には気をつけながら優しく扱うようにします。今度はですね、スリットに通すというよりも縁の部分に引っ掛けるようなイメージで置いていきます。続いて、その隣ですね。その隣にユーフォルビアを入れます。ユーフォルビアも先ほどと同様です。軽く肩の土を落としたものを縁に引っ掛けるような感じで入れていきます。羽衣ジャスミンを入れます。羽衣ジャスミンはつる性になりますので、ハンギングバスケットの中で動きを出すのに使っていきます。まずは同様ですね。肩の土を落としていきます。この時ですね、羽衣ジャスミン、結構根がぴっちりと回っている時がありますので、肩の土が落としづらい場合があります。その場合はまずこの根を広げて落としやすくしておきます。そうすると苗が崩れますので、肩の土もほどきやすくなってきます。結構根がしっかりと張っていますので、根を手でほどきながら内側の土を落としていくイメージです。つるが、絡まっていますので、手でほどきながらつるの動きを調整していきます。土をこのぐらい落としています。今度は、このユーフォルビアの脇の部分、へりのあたりから動きを出したいですので、ペチュニアなんかに絡ませるようなイメージで入れていきます。ここまで入れ終わって、今苗の状態このようになっていますね。後ろから見たところです。はい、こんな感じですね。残りのペチュニア2株ありますので、後ろの位置からこのくぼみのところですね、この位置に2株入れて、最終的に丸いフォルムになるように、配置していきます。それではペチュニア2株入れていきます。後ろの位置に入れますので、その隙間に合わせたサイズに土を落とします。最後はハンギングバスケットが丸くなるように配置していきます。もう1株も同様です。最後は丸くなるようですね。丸くなるように入れていきます。苗が色終わったところです。この隙間の部分に土を最後追加します。それでは最後にしっかりと隙間に土を追加していきます。まずは苗と苗の隙間です。隙間にしっかりと土が行き渡っていることを指で確認します。前方部分にも苗を持ち上げながらしっかりと入っていることを確認しながら入れていきます。ペチュニアがかなり折れやすいですので、
扱う際には気をつけながら前方部分にもしっかりと確認して入れていきます。土入れが終わったら一番最初に用意しておいた水苔を今度は土の表面部分にしっかりとのせていきます。たくさん引きすぎる必要はありませんので、土の表面が隠れる程度の厚みで敷いていきます。ハンドメイドバスケットを作る際には一番上まで土を入れてしまうとお水をあげた時に土がこぼれてしまいますので、ウォータースペースといって縁の部分から、できれば1センチぐらい下のところになるように最終的な土が来るように苗を入れていくようにします。後ろだけではなく前方ですね、土が入っていますので前方部分も土がこぼれないようにしっかりと敷いていきます。作成が終わったら水苔を敷いた部分にお水をしっかりと与えていきます。下からお水が抜けますので後ろだけではなく前方部分からもしっかりとお水が行き渡るようにまんべんなく与えるようにします。またペチュニアはお水が当たってしまうと花びらが傷んでしまいます。お水を与えるときは花びらにかからないように注意します。たくさんのお花を咲かせるために花がら摘みをこまめに行っていきます。それから少し先になりますが切り戻しの作業をすると長くお花を楽しむことができます。ぜひ楽しんでペチュニアを育ててみてください。それでは本日もご覧くださりありがとうございます。